皆さんこんにちは、なおみです。私は20代半ばぐらいから長年顔のシミに悩まされてきました。こちらの過去動画でも紹介しているくらい、実は顔には大小のシミが無数あり、いつかどうにかしなければなといつも頭のどこかで思っていました。ということで、今回は顔のシミをテーマにお届けしていこうと思います。まずは敵であるシミについてリサーチ。今回は心皮膚科クリニックさんのサイトでシミについて勉強させてもらいました。まずシミにはだいたい5つの種類があり、老人性色素斑、肝斑、若卵斑、対称性真皮、メラノサイトーシス、炎症後色素沈着という5種類のシミがあるそうです。中でも老人性色素斑と肝斑の2つで約9割のシミを占めているそう。自分のシミがどのシミに分解されるのかを見ていきます。まずは一番多いこの2つ。1つ目、円形の茶色いシミが左右バラバラに生じているタイプというのが老人性色素斑。そして左右にもやもやとした茶色いシミというのが肝斑だそうです。3つ目は左右対称に粒状の茶色いシミが横一線に生じているタイプのそばかす。鼻の上にあるのも特徴だそう。4つ目は左右対称に粒状の黒っぽいシミが生じているタイプで、対称性真皮、メラノサイトーシス。そして5つ目は日焼けや怪我、やけど、吹き出物などの後にシミが生じたタイプの炎症後色素沈着だそうです。そしてこちらが実際のシミの例です。上から老人性色素斑。これがまさに私のシミです。次が肝斑。肝斑の初期。3つ目が若卵斑。いわゆるそばかすと言われるもの。おそらく私の鼻の上のシミもこちらに分類されるかと思います。4つ目、対称性真皮メラノサイトーシス。これは稀なシミのようですね。最後が炎症後色素沈着。こちらは見た目だけでは決められるわけではないそうです。自身で怪我をした、やけどをしたなどの後、日に当たってシミができたという自覚がないとわからないようです。シミについてはなんとなく知識は増えましたが、右も左もわからなかったので、シミに効くとかねてから噂で聞いていたハイドロ機能を手に入れることにしました。とりあえず検索をして何が一番主流なのかをチェック。サイトを見てもらうとわかるように一つの商品がよく売られています。今回は手頃価格でどこでも手に入るスーパーフェードというハイドロ機能入りのクリームを買うことにしました。同じブランドから一緒に使うといいとされている専用のモイスチャークリームなど顔全体をケアする製品も出ているのですが、全てを買い揃えていたらキリがないし、効果がなかったら無駄になることを考慮して今回はクリームだけを購入。実はこれ昔に一度使ってみて効果があまり感じられなくてやめたことのある商品だったんですが、どうやらその時は化粧水や乳液などいろいろ顔に塗った後に使っていて効果が薄まっていたようです。今回はシンプルにシミのある部分だけは乳液などは使用せず、そのまま直に塗ることにしました。塗り始めてから4週間までのシミの状況を一緒に見ていきましょう。ご覧の通り2週間目ぐらいからだんだんと薄くなってきました。使い始めて間もなくすると肌が赤くなったりかゆみが出ましたが、そのまま我慢してつけ続けました。
こちらが4週目終わった後の肌です。皮がむけて赤くなっていますが、右側のシミはほとんどなくなりました。顔左、右と分けて見ていきます。スーパーフェードの主成分を見ていきます。ハイドロキノン 2%、サリチル酸 1.5%、パリメート O3% となっています。そもそもハイドロキノンって何ってことなんですが、ハイドロキノンはシミの原因となるメラニン色素の産量を阻害する働きがある天然の化合物だそうです。ただしここがポイントなんですが、主に効くシミは老人性色素斑、炎症性色素沈着、そして肝斑にのみ主に有効だそう。そうなんです。顔左側と鼻の上のシミがうっすらとしか消えなかったのはそばかすだったからです。そして2つ目のサリチル酸。これまた天然の化合物だそうで、消炎鎮痛作用や皮膚の角質軟化作用があるそう。3つ目はパリメイト O。これは日焼けや水ぶくれなどの皮膚の治療に使われるものの成分のようです。ここまでくれば皆さんのシミにもハイドロキノンが有効かどうかわかるのではないでしょうか。ということで最後に日本で買える気になった商品を3つ、そしてなぜそれが気になったかということを紹介していこうと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。まず1つ目はセルピュアのブライトニングクリスタル。こちらがなぜ気になったかというと、実は何十とあるハイドロキノンクリームで唯一私が使った成分に一番似てるものが入ってたというのが気になったポイントでした。こちらの成分にはハイドロキノン 5% とサリチル酸が入っているそうです。他にも有効成分がたくさん入っています。私と使ったものとほとんど似ている商品でした。次は HQ のホワイトクリーム。こちらが気になったのはやはり入っている成分。ハイドロキノンを調べたことのある人はトレイチノインも聞いたことがあるでしょうが、それに類似した成分のレチノールが入っているところが気になったポイントでした。ハイドロキノンだけよりもこういった肌を軟化やターンオーバーさせてくれる成分が入っていると、ハイドロキノンがより浸透して効果が早く見られます。そして3つ目はすごく気になることが書いてあった朝日研究所の純ハイドロキノン 5%。 コスメ業界の闇のようなことが書かれており、こちらのハイドロキノンは医師の管理下でしか使用できなかったハイドロキノンだそうです。じゃあ他で売ってるハイドロキノンは一体何なのと思ってしまいますね。今回紹介させていただいた商品は3つとも口コミ評判が良く、値段もお手頃なものだけを紹介させていただきました。概要欄に詳細を貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。